ねねちゃんへようこそ。ご視聴ありがとうございます。今回は寒い季節でもゆっくりと温かい紅茶を飲むためのアイデアをご紹介したいと思います。温かい紅茶が欠かせない季節、冷えた手や体を温めながら飲む紅茶も格別ですが、寒さが厳しい日はあっという間に紅茶が冷めていく。ちょっぴり寂しい気持ちになるのは私だけでしょうか。紅茶の温かさを保つ道具といえば、まず真っ先にティーコジー、ティーポットカバーが思い浮かびますよね。でもあるとなおよし的な感じで紹介されることが多いので、初めに道具を揃える段階ではリストから除外されがちな道具ではないでしょうか。私も今までは手持ちのタオルで代用してきましたが、寒さが厳しくなるにつれてやっぱりちゃんとした保温対策が必要だなぁと感じるようになりました。ティーコジーを使ったことがない方は、手作り感あふれる布製のカバーで本当に保温できるのかと半信半疑に思うかもしれませんが、実はあれがなかなかの実力派。こういったもともと保温力の低いガラス製のポットだと実感しづらいですが、陶器製のポットと組み合わせると抜群の保温力を発揮します。私が通っている紅茶教室では、イギリス製の陶器のポットとティーコジーで紅茶をいただけるのですが、のんびり雑談しながらお茶をしていても最後まで温かさが保たれていて、初めての時は本当にびっくりしてしまいました。なのでティーポットで紅茶を入れる方にとっては、一度使うと手放せなくなる道具の一つかなと思います。そんなティーコジーですが、有名ブランドのものはやっぱりお高いですよね。ということで、お財布に優しいティーコジーをハンドメイドしてみました。材料はすべて100円ショップのセリアで購入して、制作費は2つで440円です。型紙なし、ミシン不要、キルト芯も使っていません。お手持ちのティーポットのサイズが皆さんそれぞれ違うので、今回は作り方というよりはアイデアをご紹介しようと思います。今回使用したメインの布は、インテリアコーナーで見つけたインテリアマットになります。本来はテーブルや棚の上などに敷いて使うもののようですが、適度な厚みがあって布の端がしっかりと縫製されているものであれば、ミシンがなくても大丈夫なので、こういった布を選びました。キルト芯を扱うにはやはり手縫いでは難しいところがありますが、このマットであれば特に端の処理もいらないので、このような商品を使ってみるのもいいかなと思います。肝心のどういう作りになっているかというと、縫製は一切していなくて、スナップボタンをつけて形を作っています。キルト芯を入れられないので、その分の保温性を高めるためにアルミマットを挟みました。アルミマットは大きさを合わせてハサミで切るだけ。長さもたっぷりで販売されていたので、万が一破れてしまったとしても交換すれば大丈夫ですし、汚れも拭き取りやすい材質です。この作りであれば、今回使ったマットに限らず、お好きな布で作っていただけるかなと思います。簡単な作りのものですが、あるのとないのでは全然違うなぁと
ティーコジーの実力を改めて実感して手放せなくなっています。アルミマットをもっと厚いものに変えたり、緩衝材のプチプチも一緒に挟むとさらに保温性がアップすると思いますので、よかったら試してみてくださいね。続いて少しワイルドな保温グッズもご紹介していきますね。一家に一台はないかな。ポケットストーブ、これ流行りましたよね。普段アウトドアなんてしない私も防災用になんて買ってしまってしまい込まれていたものが今大活躍しています。ティーポットの保温グッズとしてティーウォーマーという道具がありますが、それをこのポケットストーブとミニ鉄板で代用します。ティーウォーマーもハリオやキントーで専用のものが販売されていますが、もしお家にこれをお持ちでしたら、まずはこれで試してみるのもいいかなと思います。鉄板のおかげで安定感があるので、耐熱のマグカップやスコーンを保温するなんて使い方もできますよ。電気式のウォーマーも便利なのかなと思ったりしますけど、ろうそくの炎ってなんとなく癒されますよね。ティーコジーとティーウォーマー、どちらか一つ選ぶとしたら、紅茶の寝室中も使えて使うシーンを選ばないティーコジーがおすすめかなと思います。でももし火を使っても大丈夫な環境であれば、ティーウォーマーがあると生のフルーツを使ったフルーツティーを作ったりもできるので、楽しみ方が広がるかもしれませんね。今回は紅茶の温かさを保つためのアイデアをご紹介してみましたが、いかがでしたでしょうか。温かい紅茶で寒い冬も楽しみましょう。ねねちゃではこの動画の感想やおすすめの紅茶情報などコメント大歓迎です。一緒にティーライフを楽しみましょう。最後までご視聴いただきありがとうございます。この動画を見て紅茶を飲みたくなったなと思っていただけたら、グッドボタンとチャンネル登録で応援よろしくお願いします。それではまた次の動画であなたも楽しいティータイムをお過ごしください。